にちは、はるかねです。今日はこちらのね、セリアの可動式ドールボディ、こちらの、メンズ浴衣を作っていこうと思います。そしてこちらのねヘッドは、パラボックス様から発売されているプチ姫というね21センチから23センチボディ用のヘッドを使っています。使う材料はこちらの綿 100% のねモノトーンの紺色とね白のチェックの生地、そしてこちらはストライプのね生地です。こちらね、帯に使っていきます。そしてお色のね近い白と黒の糸、針と待ち針をね結構たくさん使います。そしてハサミなどを使って作っていきます。はい、そしてねこちらの生地どちらもね購入したのは50センチを購入してあります。でそれをねこう半分に折りたたんでアイロンをねかけてあります。こちらも同じようにこういう風にね折って50センチ購入してあります。これをね人形の幅に合わせてカットしていきます。まずはね帯から切っていきます。下のね台紙方眼紙になってまして、一目盛りが1センチになってます。だいたいね、この人形の場合は 4.5 センチで切っていきます。で模様がねずれないように待ち針で留めて、このね白い線で切っていきます。次にね着物の生地を切っていくんですけれども、人形のこの肩関節から肩関節までのねこっからここまでのだいたい2倍の生地を切っていきます。でプラスね縫い代が必要なので少し 5mm ほどね多めに切っていきます。この人形の場合だとだいたいこのラインで1個目、そしてこのね濃い太い線で2個目ぐらいなんですけど、縫い代の分を含めてもう一つね先で切っていきます。はい、このようにね切りました。でこういう風にね折り返してあって、こちらが折り目になってます。でどちらもね10センチ20センチ25センチの2倍なので50センチずつあります。まずね帯の方をね半分に切っていきます。そしたら1枚はね使わずに1枚だけ帯にしていきます。次にねこちらの浴衣の方ですね。これは人形のね足つま先を伸ばした状態で、このかかとよりもね少し長めぐらいのところに端を置いて、そして肩のラインでこうね折り曲げて、だいたいこの辺りでね揃うように切っていきます。そしたらこれをね半分に折るんですけど、半分よりね少し 5mm ほどねずらして、そしてこれをねもう一度真ん中で縦に半分に折ります。そしたらこのね折り目の角の部分を 5mm ほどね円形にカットします。そしてこの真ん中のラインから上の方のねこの1枚だけ真ん中まで切っていきます。ここまでね。次にねこちらの残りの方をね半分に折って切っていきます。そしてだいたい2センチぐらいのところでね縦に切ります。そして
分に切っていきます。はい、そしたらね、これが袖になります。そしてこれが襟になります。こうですね。それからこれをね、半分に折って、少しね1センチから1.5センチぐらい、1センチぐらいかな、このぐらいねずらして切っていきます。そして幅がね細い方を左側に、幅の広い方を右側に置いて、こういう感じでね縫っていきます。はい、ではまずね帯から縫っていきます。端っこを5ミリほど折って軽くねネイルアイロンをかけます。そして両端もね5ミリずつ軽くネイルアイロンをかけていきます。そしたら両方ね折り目を合わせて待ち針で留めていきます。こういう感じでね端から端まで待ち針で留めて縫っていきます。はい、このようにね待ち針で留めたら縫っていきます。で、縫うのが苦手な方はねこのままアイロンをかけて型をつけて、そして布用のねボンドとかで接着してもらっても大丈夫です。はい、ではね、次に浴衣の部分を縫っていきます。この生地はねあんまりこう裏表がないんですけれども、一応表面を上に置いてある状態だと思ってください。そしてこのボディですね、真ん中まで切った部分、これをちょうどね裾が揃うように合わせて、そして首元がね少しこう前にくぼんでる状態で肩にね折り目をつけていきます。ネイルアイロンをしっかりかけて、そしてまた表を上にしておきます。次にね袖を半分に折って、そして中表になるようにね袖に合わせていきます。まずこのようにね半分に折って、そして折ったラインとねこの肩のラインが揃うように、こちら表面なので中表になるように合わせて待ち針で留めていきます。表側と表側を合わせて、このね折り目を揃えておいて待ち針で留めます。そしたらねこの待ち針の位置から前後1センチずつね縫っていきます。このね待ち針の位置からだいたい1センチ前後こっちとこっちとね縫っていきます。で、縫う位置はねだいたい5ミリから7ミリぐらい、この辺りですかね、縫っていきます。では反対側も同じように縫っていきます。両方ね縫えたら袖を開いてしっかりねネイルアイロンをかけていきます。そしたらこちら側がね表の状態で、次は幅のね細い方をこちら側に置いて、幅の太い方をこちら側に置いて、そしてねこの部分を縫っていきます。でね、これを後からこう開いてこ
斜めにカットするので、この辺りね切ることを考えて少しね一歩進んで半歩戻るっていうね縫い方で縫っていきます。ここからここまではね普通の並縫いで OK です。端ねいらない部分切っちゃいます。そして開いてしっかりねネイルアイロンをかけていきます。そしたらこっち側ね端っこ5ミリほど折り込んでねまたこれも縫っていきます。そしたらこちら側もね同じようにここを縫って開いて、そしてこの端をね折り込んで縫っていきます。はい、こちら側もね同じように縫って端を処理していらない部分をねスパッと切りました。そしたらね一度人形に合わせてみます。人形のね両手をしっかり開いて袖のね長さを見ていきます。5ミリほど折り込めばちょうど良さそうですね。そして胸のねラインを斜めにカットしていきます。思ってる以上にねちょっと下側らへんにカットした方がね綺麗になると思います。これプラス襟なんでね、これを2つ折った状態でこのようにね襟がこうくるので、この時にね襟がこう上の方に来るとねちょっと不細工になっちゃうので、少し下らへんに来るように、そして縫い代のことを考えてねだいたいこのぐらいのラインで切っていきます。こちら側も同じように切っていきます。そしたら次にね襟をつけていきます。こちら側が表の状態です。襟を5ミリほどね3ミリから5ミリ折り込んで半分に折ります。よいしょ。そしてね軽くネイルアイロンをかけておきます。そしてよいしょっと折り目がねこちら側に来るようにこのように縫い付けていきます。
してこの端ね、少し余る分を5ミリほどねはみ出した状態でカットして折り込んで縫っていきます。もしね、ギリギリ足りると思うんですけどね、もし足りない場合はね、もう少し長い襟をまた別にねカットして縫っていただければと思います。多分ギリギリ足りると思います。そしてこのままね襟をぐっとね立ててネイルアイロンをねかけて、そしてさらにねここで押さえを縫っていきます。できるだけねこう表に縫い目が出ないように、縫い目がね小さくなるように縫っていきます。裏側はね縫い目全然汚くてもいいので、表側は少し、裏は5ミリぐらい進んで、表は1ミリぐらい、このぐらいでね縫っていきます。はい、このように襟が縫えたら、こちらが表側なんですけど、中表になるようにひっくり返して、そして肩の部分をねこう折って袖を合わせて、そして待ち針でねまず留めていきます。はい、このようにね待ち針で留めたら、ここにね腕が入るので、小指がねだいたいこう通るぐらい開けた状態で 1.5 センチぐらい下のところから逆 L 字に縫って、そしてねこの袖のこちら側は縫わずに、ここ3センチぐらい開けた状態でここから裾まで縫っていきます。逆 L 字と、そしてここからここまでね縫っていきます。このね角の部分をスパッとね切っておきます。そしたら次に脇の部分ね3センチほど開けた状態で、こっから裾まで縫っていきます。はい、ではね反対側も同じように縫っていきます。はい、このようにねこの部分とこっからここまで L 字部分とこっからここまでをね縫ったら、この袖のね角をカットして、そして
袖をね少し袖口ひっくり返して、あとこの脇の部分とねひっくり返して、そして人形のね指がここにスポッとはまってね着せにくくなっちゃうので、指が入らないように縫っていきます。指をね入れながら縫うとね、この袖口を縫ってしまうことないので、同様にねこことここも縫っていきます。はい、このようにね袖口の部分と、そしてこのね袖と脇の部分、このね端をしっかりね処理しました。そしたらひっくり返して人形に着せてね裾を合わせて処理していきます。このようにね着せてみました。そしたらねこの脇の部分がね少しこうボコッとなってしまうので、このねドールのボディが少しねお腹がポコッと出てて、背中がへっこんでねお尻が出てる、こう帯筋位置だとねここまっすぐなんですけど、このボディはね結構こうお腹がこうポコッと出てて、こうね湾曲してるので、どうしてもねこの辺りがこう立体的にね沿わなくなってきます。なのでねここでちょっとつまんでダーツをね縫っていきたいと思います。それから裾なんですけれども、よいしょ、この足首よりもね少し短いぐらい、男性はねもうちょっとこのぐらい短くても大丈夫なんですけど、まあまあぴったりぐらいのところになるように合わせていきたいと思います。そしてねこちら側はいいんですけど、こちら側のね内側に入る部分は少しこう斜めになるようにねしておくと、きっちりね綺麗に着せられるかなと思います。まずは脇の部分をだいたい5ミリぐらいねこう折り返して、そして中心部にね折り目がねここにかぶらないように消えていくように、このようにダーツを入れて縫っていきます。はい、そして裾はねここまではねずっと同じ幅でいいんですけど、着物の身ごろのねこちら側、この裾だけね少しこう短めになるように斜めにね縫っておきます。
な感じでね縫っていきます。胸のダーツと、そして裾をね縫いました。人形に着せていきます。そしたらね帯を結んでいくんですけれども、女の子の浴衣はねこの首元ビシッとねこうしっかり詰めるんですけれども、メンズ浴衣は少し余裕があるようにふわっとね結んでいきます。そして女の子のね帯はねもうちょっと太くてこの胸のあたりからこう結ぶんですけれども、メンズ浴衣は少し細めの帯で下の方からねお腹の下でこう結ぶようにします。はい、これで完成です。そしてね、メンズ浴衣にはこのようなね柄がちょうどいいかなと思います。ちょっと派手めのボーダーとかね、今回使ったモノトーンの紺色と白の生地ですね。そして紺色の生地、こちらね、今回帯に使ってますけれども、浴衣にするとこんな感じでちょっとね落ち着いた色でかっこいいかなと思います。そして黒とかねブルーのボーダー、それからもっとね細い水色のボーダー、ちょっと無地に見えますけどね、かなり細かいボーダーもいい感じに仕上がると思います。こちらねライブ配信で作ったものなんですけれども、また今後もねライブ配信機会があればやっていきたいなと思いますけど、しばらくはねちょっとアーカイブがたまるまでは公開しない予定なので、ライブ配信ねもし来てくださる方いらっしゃいましたら通知ボタンを押しておいていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それから Twitter や Instagram でのねお友達へのシェア、そしてライブ配信の通知ボタンポチッとねぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はい、そしたらねこの折った線の部分にこの袖の方の折り目を合わせて待ち針で留めていきます。